This video is all in Kaja Japanese. If you've been struggling with the gap between textbook Japanese and how people actually talk, you should watch this. And if you want subtitles, I support 20 languages, so check them out. それでは始めるよ。今日は東京にある古着屋さんに行こうと思う。古着屋さんっていうのはもう着なくなった服を誰かが売る。そしてその着なくなった服を誰かが買う。つまり中古の服が買える場所。中古っていうのはもう誰かが使ったものね。中古の服とか中古の車とか中古のバイクとか言うよ。ここのお店はかなり有名な場所でいろんなところにある。見えるかな？セル&バイって書いてあるね。売ったり買ったりできる場所。売ると買う。こんな風に中古の服がたくさん置いてあるよ。これは白と黒の服だね。ドット柄っていうかな。白と黒のドット柄。この動画は冬に撮影された動画。この動画は冬に撮影された動画だからアウターがいっぱい売ってる。アウターっていうのはジャケットとかコートのことね。ミステリーバッグ販売って書いてあるね。数量限定ミステリーバッグ販売。ミステリーバッグは英語でも一緒だから意味は想像できるんじゃない？何が入ってるかわからない。今はトレーナーのセクションだね。あ、今帽子に変わった。帽子のセクション。みんなは古着が好き？それとも新しい服が好き？全部古着だからすごいハイブランドのものとかもたまにあったりするよ。ハイブランドっていうのはブランドね。だから値段がすごい高いやつもあるし、すごい安いやつもある。ハイブランドなのに安いやつとかもあるよ。これは1300円だね。1300円。100って発音難しいかな。100っていう発音が難しいってこの間友達に教えてもらったよ。これはバッグだね。ラルフローレンのバッグ。ラルフローレン。ラルフローレンのバッグだったからちょっと高かったね。15,000円だった。ブランドのバッグだからちょっと高い。これはズボンだね。ズボンとかジーパンとかジーンズっていう。ジーパンはジーンズパンツの略かな。これは革靴。ローファーとか革靴っていうよ。新しい革靴欲しいなとか、今日はスーツだから革靴を履かなきゃとか。ここも靴のセクションだね。スニーカーと革靴があるね。カラフルなスニーカーと黒い靴。これはハイキングブーツだね。ハ
ハイキングの靴。めっちゃ安いね。9000円ぐらい。カラフルなスニーカーとハイキングブーツがあったね。靴欲しいなとか、服欲しいなとか、欲しい時って独り言みたいな感じで何々欲しいなっていうことが多いかな。靴が欲しいなっていう時もあるし、靴欲しいなっていう時もあるよ。靴がって言わない時がある。服がたくさん並んでいる。いろんな服がたくさん並んでる。ハンガーにかけられて並んでる。服がかけられてる。この服はだいたいいくらぐらいかな。この服は19,000円。この服は19,000円。じゃあそろそろ服屋を出て次の場所に行くよ。この後は柴又。柴又っていう東京の東側の場所に来たよ。今からこの柴又駅を探検しようと思う。柴又駅を探検する。柴又駅を散策する。散策っていうのは歩いて知らない場所を探検するときに使うよ。これは銅像だね。銅像。この駅を舞台にした有名なドラマがあって、そのキャラクターたちの銅像。ここに見えるのは落書き工房って書いてあるね。絵を描いて遊べる場所かな。ここから先は商店街。人がたくさんいるね。あそこにコロッケって書いてあるから、多分コロッケが有名な場所。コロッケが有名な場所。だからいろんな人がコロッケを買いに来てるのかもしれない。じゃあこのまま進んでいくよ。ここから先は商店街。商店街っていうのはいろんなお店がたくさんある道のこと。商店街行こうとか、商店街にあるお店だよとか、商店街で待ってるよとか。これは何だろうね。スイーツって書いてあるから、ソフトクリームとかコーヒーとかかな。次は居酒屋だと思う。かわいいテーブルと椅子が並んでるね。居酒屋かな。もつ煮とか牛すじ煮込みとかごま団子とか書いてある。ちっちゃくて味が濃いものがある場所は居酒屋なことが多いよ。わかんない。居酒屋じゃないかもしれない。居酒屋かもしれないし、居酒屋じゃないかもしれない。これも有名なドラマのキャラクターだね。日本の漫画とかドラマ、実際にある場所を舞台にしていることがよくある。スラムダンクとかは湘南だし、
呪術廻戦とかは渋谷だよね。ここはなんだろうね。居酒屋かな、雑貨屋かな、ちょっとわからないけど入ってみよう。おみくじがあるね。神社とかにあるやつだね。これは駄菓子。お菓子の一種なんだけど、なんて言えばいいかな。普通のお菓子じゃないんだよね。ちっちゃい頃、僕がちっちゃい頃は駄菓子が5円とか10円で買えたの。だからお母さんに50円とかもらって駄菓子屋に来てお菓子を買ってた。今は駄菓子屋がすごい少なくなってるからあんまりないんだけど、コンビニも増えたしね。僕が小さい頃は駄菓子屋に行って駄菓子を買ったりしてた。なんだろうね、これはゲームかな。はい、今日はこれで終わりにしようと思う。実はこの動画は視聴者の人からもらった動画。もし僕に動画を送ってくれたらこんな風に動画作れるかもしれないから、ディスコードでメッセージを送ってね。あと日本でだけど来月言語交換のイベント、ラーニングエクスチェンジやるから、もしよかったらディスコードに来てみてね。インスタグラムでも情報発信してる。あと今新しくサービスを作ってるからちょっと楽しみにしててね。ではまた。